皆さん、こんにちは。今日も私の動画にお越しいただき、本当にありがとうございます。今日は、古代エジプトの不思議とロマンが詰まったピラミッドに焦点を当て、特に外側に使用されていた光る石の謎に迫っていきたいと思います。皆さんもご存知のように、ピラミッドとは、古代エジプトで作られた巨大な墓標で、ファラオや王族のために建てられました。これらのピラミッドはその壮大さと謎に包まれた建造技術で世界中の人々を魅了してきました。しかし、その中でも特に興味深いのがピラミッドの外側を覆っていた光る石です。今日はこの光る石の正体と、それがどのようにしてピラミッドに取り入れられたのか、そしてなぜ今はその石を見ることができないのかについて掘り下げていきます。この話題は単なる歴史的な解説にとどまらず、最新の科学技術や天文学的な視点からも解析を加えていくので、専門的な内容も含まれますが、できる限りわかりやすく解説していくので、初めて聞く方でも楽しんでいただけると思います。それでは、古代エジプトのピラミッドとその光る石の謎について一緒に深く掘り下げていきましょう。ピラミッドとは？古代エジプトの脅威。ピラミッドは古代エジプト文明の象徴であり、その壮大さと謎に包まれた建築技術は今なお人々の想像力を刺激してやみません。ピラミッドが最初に建てられたのは約4500年前で、その中でも最も有名なのはギザの大ピラミッドです。これらはファラオの永遠の住処として、またその権力と神聖を示すために建設されました。ピラミッドの歴史的背景。ピラミッドが建てられた古代エジプトは、ナイル川流域の豊かな土地を基盤に繁栄した文明であり、彼らの宗教観においては、死後の世界が重要な位置を占めていました。ファラオは神の子とされ、死後も神々と共に生き続けると考えられていたため、彼らのために建てられた墓標は単なる墓ではなく、永遠の住処としての役割を担っていたのです。ピラミッドの構造と目的。ピラミッドの基本構造は、四角い土台の上に、頂点に向かって均等に傾斜した面を持つ形状です。内部には狭い通路や部屋があり、中でも王の間と呼ばれる部屋には、ファラオの棺が収められていました。ピラミッドの外観は磨き上げられた石灰石で覆われ、太陽光を反射して輝いていたとされます。この外装は、ピラミッドを神聖な光で包み込むとともに、ファラオの権力と神聖を象徴する役割を果たしていました。ピラミッドの建設目的は、単に、ファラオの墓としてではなく、彼の永遠の生命を保証し、次の世界への旅路を確実なものにするための宗教的な役割も担っていたのです。このように、ピラミッドは古代エジプト人の宗教観、天文学、数学、建築技術が結集した、ただの建築物を超えた存在であったと言えるでしょう。光る石の正体面の石の謎。ピラミッドを取り巻くスータの謎の中でも、特に注目を集めるのが、ピラミッドの外側を覆っていたとされる、光る石。面の石の謎です。この石の存在は、ピラミッドが単なる巨石構造物を超えた、古代エジプト人の知恵と技術の結晶であることを物語っています。面の石とは何か？面の石とは、古代エジプトにおいて、ピラミッドの外装に使われたとされる、高品質の石灰石のことを指します。これは、現代のエジプト、カイロ近郊のツラという地域の採石場で採掘されたことから、この名が付けられました。この石は、非常に細かく精密に磨かれており、日光に反射して輝く性質を持っていたため、光る石として古代エジプト人によって選ばれたのです。光る石の科学的分析。科学的な分析によると、面の石は通常の石灰石に比べて非常に均質で結晶構造が整っていることが分かりました。この特性が、太陽光を効率的に反射し、遠くからでもピラミッドを光り輝かせる要因となっているのです。また、この石は耐久性にも優れており、何千年にもわたってエジプトの厳しい気候条件に耐えてきました。現代の科学技術を駆使した分析により、面の石がピラミッド建設において、単なる外装材以上の重要な役割を果たしていたことが明らかになっています。しかし、これらの石がどのようにしてピラミッドの巨大な構造物に組み込まれたのか、その技術は今なお謎に包まれています。次のセクションでは、古代エジプト人がどのようにしてこれらの光る石を採掘し、運搬していたのか、現代科学に基づく推測に迫ります。古代の輝きピラミッドの白い外観。ピラミッドが完成した当時の外観は、現代の我々が見る姿とは大きく異なっていました。古代エジプトのピラミッドは、白く輝く面の石で覆われ、太陽の光を反射して、まばゆいばかりの輝きを放っていたのです。このセクションでは、その驚くべき外観と、それを可能にした古代エジプト人の技術、そしてピラミッドの美しさが持つ意味について掘り下げていきます。古代エジプト人の技術。
面の石を用いたピラミッドの外装は、古代エジプト人の高度な技術と精密な石膏の技を示しています。各石はほぼ完璧に平坦に仕上げられ、隙間なく組み合わされていました。それぞれの石は上下左右、すべての方向に対して正確に整えられ、ピラミッド全体としての均一性と対称性を保つためには、極めて高度な測量技術と計画が必要でした。このようにして、ピラミッドは日光を浴びると、遠くからでもまばゆいばかりに輝く、天空にそびえるモニュメントとなったのです。ピラミッドの美しさとその意味、ピラミッドの白い外観は、単なる装飾以上の重要な意味を持っていました。古代エジプト人にとって、ピラミッドは、ファラオの永遠の命と神聖を象徴しており、その輝く外観は、太陽神ラーへの敬意と結びついていたと考えられます。また、ピラミッドが放つ光は、冥界へと旅立つファラオを導く、灯台の役割も果たしていたのかもしれません。現代に残るピラミッドの姿は、風化と時間の経過によってその光を失いましたが、古代のエジプト人が築いたこの壮大な輝きは、今もなお人類の想像力をかき立て、私たちに強い印象を与え続けています。次のセクションでは、この輝きを生み出した面の石の採掘と運搬について、古代エジプト人がどのような偉業を成し遂げたのかを探ります。面の石の採掘と運搬古代の偉業、ピラミッドを覆う面の石は、その美しさだけでなく、採掘と運搬という偉業においても、私たちを驚かせます。このセクションでは、古代エジプト人がどのようにして、これらの巨石を採掘し、数百キロメートル離れたギザの平原まで運んだのかについて探ります。採掘方法の推測、面の石は、エジプトのトゥラ地方の石灰岩採石場から採掘されました。古代エジプト人がどのようにして、これらの巨大な石を採掘したのかについては、完全な記録が残されていませんが、考古学者たちはいくつかの可能性を提案しています。一つの説では、銅製の道具を使用して石を切り出し、木製のレバーで石を持ち上げていたとされています。また、石の下に穴を掘り、そこに木片を挿入して水を注ぎ、木が膨張する力を利用して、石を切り出すという方法も考えられています。運搬技術の謎、石を採掘することは壮大な挑戦でしたが、それを運搬することは、さらなる技術と、労力を要する作業でした。研究者たちは、ナイル川を利用した水路が、運搬に使われた可能性が高いと指摘しています。川の水位が季節によって変動することを利用し、洪水時には浮かせた石を船に乗せて運び、低水位時には石を滑らかな土台の上で引きずっていたのではないかと考えられています。また、巨大なスレッジソリのような運搬用具を用いた方法も提案されていますが、これらの石が実際にどのようにしてピラミッド建設現場まで運ばれたのかは、今なお謎の一部として残っています。古代エジプト人が展開したこの巨石運搬の偉業は、彼らの高度な組織力と計画性、そして建築に対する情熱を物語っています。次のセクションでは、現代科学がこれらの謎にどのように光を当てているのかを見ていきましょう。現代科学で解き明かすピラミッドの秘密。ピラミッドは古代の時を超えて、今も私たちの想像力を刺激し続けていますが、近年の科学技術の進展により、これらの古代の脅威について新たな知見がもたらされています。このセクションでは、現代科学がピラミッドの謎を解明するために、どのように貢献しているのかを探ります。近代技術による新たな発見。ピラミッド研究における最先端技術の一つが、非侵襲的な探査技術である、ミオン放射線イメージングです。この技術を利用することで、研究者たちは、ピラミッド内部に未知の空間が存在する可能性を発見しました。例えば、エジプトの大ピラミッドの内部で大きな空洞が発見され、これが何を意味するのかが現在も研究されています。また、地中レーダーや 3D スキャン技術を用いることで、ピラミッドの建設に関する新しい情報が明らかにされています。これらの技術により、ピラミッドの基礎がいかに正確に設計されているか、また、石の配置がいかに精密であるか示されています。ピラミッド研究の最新動向。ピラミッド研究は、現代技術だけでなく、多岐にわたる学術分野の協力を必要としています。考古学、地質学、物理学、工学など、様々な専門家がその知識を結集してピラミッドの謎に迫ろうとしています。これらの努力により、ピラミッドがいかにして建設されたのか、また、古代エジプト人がどのような技術を持っていたのかについての新たな理解が深まっています。現代科学によってもたらされたこれらの発見は、ピラミッドが単なる墓ではなく、古代エジプト文明の精神性、技術力、社会組織の集大成であったことを示しています。次のセクションでは、これらの壮大な構造物が天文学とどのように関連しているのかを探ります。ピラミッドと天文学星々との関係。
古代エジプト人にとって天文学は宗教的、文化的な側面だけでなく、日常生活においても重要な役割を果たしていました。ピラミッドと天文学との深い関係性は、これらの巨大な構造物の配置と設計に明確に反映されています。天文学的配置。最も有名なギザの三大ピラミッドは、オリオン座のベルトの3つの星、アルニラム、アルニタク、ミンタカを地上に映し出すかのように配置されています。この配置は、オリオン座が古代エジプト人にとって神聖な象徴であり、特に再生と死後の世界との関連性を持っていたことを示唆しています。また、ピラミッドは正確に北向きに配置されており、これは北極星を目印として方位を決定した結果と考えられています。古代エジプト人の天文知識。古代エジプト人が天文学に精通していたことは、彼らが持っていた精密な暦にも現れています。彼らはニル川の氾濫周期や太陽と月の運行を詳細に記録し、これをもとに農業や宗教的儀式のタイミングを決定していました。また、天文学的知識は、夜間の航海においても重要なナビゲーションツールとして利用されていました。ピラミッドと天文学との関係は単に建築上の一致にとどまらず、古代エジプト人の世界観や神話、死後の世界に対する信念とも密接に結びついています。ピラミッドは天と地を結ぶ神聖な軸として機能し、ファラオが死後、星々の世界に旅立つための門とされていたのです。次のセクションでは、これらの古代の巨石が現代にもたらすメッセージについて考察します。終わりにピラミッドが語る古代のメッセージ。私たちが今日まで受け継いできた古代エジプトのピラミッドは単なる石の塊以上のものを私たちに語りかけています。これらの壮大な構造物は古代エジプト人の宇宙観、死生観、技術力、社会構造を反映しており、遠い過去の人々の生活についての貴重な洞察を与えてくれます。ピラミッドが伝える技術と知識。ピラミッドの建造は古代エジプト人の技術力の高さを示しています。精密な測量技術、積載加工技術、そして膨大な労力を組織化し、動員する社会的構造がなければ、これほどの規模の建築は不可能でした。ピラミッドは、人類が集団で協力し、驚異的な成果を上げることができることを象徴しています。宗教と哲学の象徴。ピラミッドは、古代エジプトの宗教観と哲学を具現化したものです。死後の世界への信念、ファラオと神々との結びつき、天体との深い関連性は、ピラミッドの設計と配置の至るところに反映されています。ピラミッドは、死を超越した永遠の生命を求める古代エジプト人の願いを今に伝えています。古代からのメッセージ。ピラミッドは時間を超えたメッセージを私たちに伝えています。それは、人間の想像力、集団の力、宇宙への畏敬の念です。これらのメッセージは今日もなお、私たちに、新たな発見、探求、そして夢を見る勇気を与えてくれます。古代エジプトのピラミッドから私たちが学ぶべきことは多くあります。それは過去の遺産を尊重し、未来に向けて進歩を続けるための知恵と勇気です。ピラミッドは古代の石の塊ではなく、人類の未来への架け橋であり、永遠に輝き続ける希望の象徴なのです。最後までご視聴ありがとうございます。今日の話題はここまでです。動画内容が良ければ高評価をお願いします。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。